神谷博史、小野大輔のディアガールストーリーズ。ディアガール談話室。何かに悩めるディアなガールから僕らのところに普通のストーリーこと普通ストが届いて、それを僕たちが精一杯紹介していくこのコーナー。さて今回はディアネームなおさんから僕らのところに普通のストーリーが届いています。では紹介していきましょう。なおのお便り。私は最近モーニングルーティーンという動画を見ることにハマっています。毎朝早く起きてストレッチをしたり部屋の片付けをしている人が多いのですが、ギリギリまで寝ていたい私は毎朝起きてから朝ごはんを食べる暇もなく家を出ています。私も何か朝の習慣を決めて実践していきたいと思っているのですが、おすすめの朝の習慣ありますか？おすすめの朝の習慣ね、ありますか？朝の4時ぐらいに1回起きるんですよ。4時。でまあ大体おしっこに起きるんですけど、起きた後オールフリー飲みます。でなんか目が冴えちゃって寝れなくなって、7時ぐらいまで起きちゃいます、で寝落ち、その後寝落ちして寝坊しそうになるっていうのを毎日してますね。寝れてんだか寝れてないんだかよくわからないっていう。そうですか。はい。オールフリーを飲むのが良くないのかな、もしかして。だと思いますけど。そうなの。小野さんもお気づきかと思いますけれども、何が良くないかって言ったらまあそれでしょうね。そうなんだ。まあお手洗いに起きるのはもう仕方ないですよ。これはもう仕方ないんですけど。でまあ体が水分を欲してるんでしょうね。水じゃいけないのかと。寝酒がだから良くないのかな、もしかしたら。寝酒ってまあオールフリーでしょだって。そうでも寝酒飲んで寝てからの朝4時オールフリーですから。そうですね。それが良くないのかな。何もかも良くないでしょうね。すいません。それが僕のモーニングルーティンです。だそうです。おすすめはできませんけどね。ちょっと神谷さんはないの、そういうの。僕、朝起きて5分後には出かけられますよ。マジっすか？はい。身支度とかないの？身支度？だって顔洗って着替えりゃいいじゃん。ひげは？ひげ？そんな別に大した。ひげにバチバチって当てるでしょ。バチバチ当てないですけど。当てないな、そうか。もうジョリーンって剃ってね、帽子かぶって出かけりゃ。早いんだ、そんなに。早いっすね。まあでも時間があるんだったらまあコーヒー入れて飲んだりとかしてますけれども、まあそんなおじさんたちのモーニングルーティンなんて正直言ってまるで興味ないんですよ。興味ないか。っていうか他人のモーニングルーティンさえ俺興味ないですから。何にも興味ない。俺でも意外だったでしょ、だって。いや意外っていうか。4時に起きんだ、朝早いみたいな。でも前なんか言ってたよね。それ言ってたっけ？前室で言ってました。変わりないですね。そうですね。変わりないですね。なんでね、まあ今回その DGS 的なルーティーンなんですけれども、放送前ルーティーンということで、スタジオに入る前の打ち合わせしてのルーティーンをお聞かせしたいと思います。だからまあさっき言ってたようなことですよ。小野くんがオールフリー飲んでみたいなことは前室で話してるの僕は聞いてますから。そうか。そうなんです。なんだったら再放送なわけなんですけれども、僕らにとってはね。そうなんです。なんで今から僕がスタジオ出まして、今日は僕の方が後から来たんで、今日のスタジオに入る前のスタジオ前ルーティンを再現したいと思います。じゃあ一回出ます。おはようございます。はいやりましょうかねと。いや指痛い。どうしたの？打ちっぱなしですよ。言ってんのよ。いやすごいね。なんかね、だんだんやっぱ上達してきて、すぐ飛ぶようになってきて。あれ、7番アイアンのやつ？7番アイアンのみを家の近くのその練習場に担いでいくっていう、だから猿ですよ。プロゴルファー猿スタイルですよ。7番アイアンで今どれぐらい飛ぶの？キャリーで70ぐらい。キャリーって何？キャリーってだからあれですよ。地面につくまで。転がる前ってこと？転がってさらに行くじゃないですか。最初につくのが70ぐらい。でも7番アイアンってもっと飛ぶはずなんですけど。本当はどれぐらい飛ぶの？130とか40ぐらい飛ぶんじゃないですか。でも俺も今日行ってきたよ。そうなんですか。あざーす。おはようございます。来たね。お腹空いてる？お腹空いてる？もちろんですよ。じゃあザバス。
マジっすか。あ、今日塩握りじゃないですか。なかったか。ありがとうございます。今日ほらゴルフやってお腹減ってるから。ああゴルフ、そうだよ、ゴルフもう今ここおじさん2人ゴルフだからさ。そうそうそう。おじさん2人ゴルフだからさ、よくわかんないけど面白い。おじさんだからゴルフだから。でもほら亀さん同い年じゃん。もうやろうよ。あんま興味ねえよでも僕。いや興味ないとかじゃないんだよ、もうだから。おじさんは全員やるんだよ。おじさんでしょだって。おじさんじゃんだって。そうですか。ごめんなさいよ。いただきます。どうぞ。まあでもやったらあれかね、楽しいは楽しいんだろうねきっとね。いやなんかある、逆にじゃあ今亀谷さん楽しいこととか。何にもないよ。てか疲れてない？今日めっちゃ疲れてる。疲れてます。疲れてないよ。マジでもう頭を下げるからやってもらえないかね。お願いしますよ。でもね、ここは興味あるでしょ。興味はある。運動するっていうことに関しては興味がある。あとなんかね、諏訪さんが前に言ってた、おはようございます。よろしくお願いします。諏訪さんが前に言ってた、なんかその物で何かを引っ叩くっていう。あれね。確かに言われてみりゃそうだなと思って。いやだからさ、筋トレとかさ、もう誰もド M がやることよ。やっぱ。なんだけど。物で何かを叩くって、そのド S な自分からするとめちゃめちゃ気持ちよくて、そうなんだ。ただ神谷さんも絶対そっちだよ。でも僕そんなに、みんなが思ってるほど S じゃないよ。ビジネスだったんだよ。わかんない。そのなんか S とか M とかみんな分けたがるよね。わかんないけど。ビジネス S と、実は S だからね、この人。そうだね。実 S ね。実 S。DS と JS ね。そうなんだよね。だからでも多分合ってるとは思う。そうか。合ってると思う。でもね、前言われたからうちの近所でそういうなんか室内練習場みたいなのねえかなと思ったら激近にあった。なんじゃん。猛烈に近くにあった。こんなとこあんだっていうところにあった。でも今めっちゃ増えてんの。そうかもね。いやこれはもうやるチャンスですこれ今。その時が来たんですよ。そうもんかい。いやもうねこれはもうやろう。もうそれしか言われん。7番アイアン。企画とか関係なくやろう。担いでいこう。すごいよ。もうねおじさんばっか。まあそうだろうね。自分が若い気持ちになるよ。すっごい。最年少ぐらいよ。最年少よ。あそう。40、50代。行ってる時間帯かなでも。割と午前中とか行ったりするからな。仕事ないというとねスポーツはしなきゃなとは思う。スポーツ。だからほらなんか懸垂器とか買っちゃってるわけだからさ。いやでもさもうその何？こっからじゃあ50でサッカー60でサッカーとかさ無理じゃん。無理だね。こっから年齢重ねていくときにやれるスポーツってもう限られてくるのよ。分かってるよ。だからそれはもう何が一番いいかって言ったらゴルフだっていうのは最適解だと思うよ僕も。でしょ？理にかなってんだよね。理にかなってるよ。大丈夫すぐに企画にはしないから。そのうちするつもりだろ。そのうちにはするつもりだろ。それはもうここ3人やってたらもう絶対するよ。そうだねいつかね絶対なるよね。いやもうでもほら体動かさなきゃと思ってさ買った懸垂器あるじゃない。この前さまあ使ってはいるのよ。使ってはいるんだけれどもちょっとこう気になってねフローリングを見たわけ。ガリガリになっててって思って前々からそうなんかねその嫌いはあるんじゃないかなと思ってたんだけど確認したくなかったわけよ。でもうある時えいやと思って見たらガリガリになっててそれやばい。ダメよやっぱ家がそうやってほら傷ついちゃうから。そうなの。だからもうほら石川プロがさ来てさ筋トレやった時にさヨガマットをくれたじゃん。くれた。紫色のやつ。あれ敷いた。あれ最初から敷いた。そのために、最初から敷かなきゃダメだったね。いややっぱこれはね、やっぱ屋外でやるスポーツ。待ってますよ全く。じゃあそろそろあれやる打ち合わせ。いいよ。はいじゃあ打ち合わせ始めます。おーい。という
いうことでディアネームなおさん、これ打ち合わせのルーティンというか打ち合わせ前の謎の雑談でした。誰かの声が聞きたくて。ディアガールストーリーズ、そろそろ今夜のストーリーもエンディングの時間になってしまいました。トーンっていうか打ち合わせのテンション、猛烈に上手にできてるんですよ僕ら。すごいですね、すごい再現度なんですけど、誰もわかんないっていう。そうね、知らないからね、今聞いてる人たち全然誰もわかんないから驚くほどの再現度なんだよ。そう、あ、この感じ。そうみんなあーって思ってるはずなんだけど、リスナー誰もわかんないっていうね。そうだよ、この差し入れの神谷さん買ってきたこのコンビニのおにぎりとザバスも最初ちょっと触れるんだけど、あと全然触れないからね。俺ずっと食って飲んでんだけど、これもそのまま再現されてます。再現してますよ。横川さんがなんとなく一回「おはようございます」って入ってくるテンションとかも完璧でしたからね。終わった後横川さんなぜか一人で反省してましたけど、もうちょっとテンション高かったでしたっけ。いやちょうどあれあんぐらいだってみたいな、本物よくわかんないこだわりを発揮してましたけどもね。はい。